どうも、おかしんチャンネルです。今日はですね、改めてディレイを攻略するというテーマで、ディレイについて実際の、真剣さというかキューベースの画面を使いながら、自分がよく使っているテクニックをご紹介したいと思います。ディレイっていうとよく、ボーカルとかシンセサイザーとかギターとかいろんなトラックに使うと思うんですけど、特にボーカルとかかけた場合にその大事なことって結局ミックスっていうのはセルジオ・エチゴ風に言えばスペースの奪い合いなんですよ。スペースっていうのは横、つまり周波数と縦、アタック、トランジェント、音量、そして時間ですよねの奪い合いなんですよ。なので例えばボーカルにディレイをかけた場合、メインのボーカルの邪魔をしてしまっては本末転倒になるわけじゃないですか。なのでいろいろな処理をすることによってボーカルのスペースを奪いすぎずにミックスの中でいい場所を見つけてあげないといけないわけですね。はい。で今日は、第1弾として EQ 編とコンプ編ということで、自分もよく使う処理を皆さんにご紹介できればなと思います。はい。じゃあここからは、実際の画面を使いながら説明したいと思います。まずは EQ 編ご覧ください。はい、それではですね、簡単にドラムベースローズとリードシンセっていうちょっとトラックを作ってみました。はい、ではこれからこの黄色のリードシンセに、ディレイかけてみようと思います。とりあえず H ディレイでやってみましょう。はい。で、ちょっと分かりやすく、まずじゃあ四分音符でかけてみます。H ディレイはね、この状態ですでに、まず1000度で立ち上げてるので、ウェットは100にしてください。はい。1000度っていうのはメインのトラックがあったとして、別のルートでエフェクトを立ち上げて、そこにまさに1000度送り込むわけですね。だからそこに、元のシグナルの音が、ドライシグナルが入っちゃわないように一旦ウェットにします。で、この状態でね、アナログ、エミュレーションというか、ノイズというか、入ってるんですよね。H ディレイって。で、ここのトラック見てもらえると分かるんですけど、ここにもうノイズが乗ってきます。なんで、ここちょっと H ディレイ使う方はね、いっぱい立ち上げちゃうとね、SN がどんどん悪くなっちゃうんで、一回これ切っときましょう。はい。これを切ると、ここがね、消えます。はい。では、このリードのトラックから、H ディレイが送ってみますね。ちょっと聞いてみましょう。はい、この状態で、H ディレイ上ではモジュレーションもない、EQ もない、アナログシミュレーションもない状態なので、このリードシンセのメインの音がそのまま繰り返されているような状態ですよね。ミックスというのはセルジオ・エチゴ何度も出てきますけど、スペースの奪い合いです。同じキャラクターが何度も出てきたら当然元のメインの1人目のキャラクターの邪魔になりますよね。そこでここにフィルターっていうのがまずついてるわけです。で、これちょっと視覚的に見えづらいので、この H ディレイの後にちょっと EQ を立ち上げてみましょう。はい。皆さん大好き。プロ Q を一回入れてみます。はい。で、まず、ローカットを入れてみましょうか。はい。はい。一回聞いてみますね。はい。ちょっと、フィードバックが多いので減らしましょうか。もうちょいかな。
ちょっと音量も一旦ちょっと下げますね。はい、これで今 100Hz のローカットが入った状態です。一回消してみます。もう一回入れます。もうこの時点でキックとベースの聞こえ方がクリアになってアタックが聞きやすくなってるかと思うんですけど、はい。で当然ここの周波数どうすればいいかというのは曲によるしトラックによるし当たり前の話なんですけど、せっかくおかしんチャンネルに来ていただいたのでいくつかおすすめの周波数をご紹介したいと思います。まず180、はい、260、はい、300いっちゃいましょうか。はい、400、500、はい、これ本当にお好みだし曲によるんですけど、じゃ一旦これ400にしてみましょうか。でこれ H ディレイにも当然ここにローカットフィルターが入ってるんですよ。これ一回比べてみましょうか。まずプロ級では400、これを消して一回ここで400で入れてみますね。はい、もう一回プロ級で、もしかしたら H ディレイの方は12ぐらいのカーブなのかもしれないですね。これね説明書に書いてないんですよ確か。なんで聞こえ方ちょっと違いますよね。はい。で音作りの基本的な考え方としてローカットはある程度きつく、ハイカットの方はある程度緩く、つまりカーブとしては例えばこれを24とか30で上が12だったり6、こんな風な形にした方が音の落ち着きが良くなることが多いです。自然になるというか、音ってそういうもんですよね。気温があって倍音が上に伸びていく。なのでこういう形にした方が自然な響きになりやすいですね。はい。なのでローカットはある程度きついカーブにしちゃっていいかなと思います。この現状の4トラックだけを聞くとこれシェルフの方がいいんじゃないのっていう風にも思っちゃうんですけど、例えばこれ 400Hz で8デシシェルフでやってみましょうか。はい、自然ですよねシェルフの。じゃあこれをローカットに変えてみましょう。はい、で少ないトラック数の曲、アコースティック的な曲だったりとか構成要素が少ない曲の場合はねシェルフの方が、リッチに聞こえる分良いこともあるんですけど、基本的に普通のポップス一般にトラックが多い曲を扱う場合はローカットにしといた方がいいことが多いです。なんでここではちょっと一旦ローカットにしときますね。はい。で、一旦400にしました。はい。これでまずローですね。で、次ハイカットを入れてみましょうか。はい。ハイカットを一旦じゃあ12で。で、これもせっかくおかしんチャンネル来ていただいているので、いくつかおすすめの周波数で試していきたいと思います。スタートは12ぐらいからいきましょうか。12キロ。
はい、12キロですね。やっぱりローズとかハイハットとかのスペースがここで生まれるような感じが皆さんにも伝わるんじゃないかと思うんですけど、はい、この11キロにしてみます。はい、10キロ。はい。じゃあ今度8キロまでいってみますね。はい。だんだんセパレーションが良くなってきた感じだと思います。はい。じゃあ、ここからですね。5600。この 5.6 っていう数字はね、非常に後でいろいろ出てきますんで、覚えておくと美味しいです。はい、聞いてみましょう。はい。じゃあ、4600までいってみましょうか。クラップとかのね、響きがだんだんクリアになってきましたね。はい。2600ぐらいまでいっちゃいます。はい。もっといろんなトラック入るならこれぐらい切ってもいいのかなと思いますね。ちょっと間ぐらいで、じゃあ3000ぐらいにしておきましょうか。ちょっと今日は一旦3600にしますね。はい、この状態で、いわゆる H ディレイにもともと装備されているここ、ハイカット、ローカットとハイカットをちょっと別のプロ級で入れてみました。ちょっとありなしで聞いてみましょう。はいね、これ明らかに入れるとミックスの座りがないより落ち着きがいいなっていう感じがわかるかと思います。で、基本的にそのハイカットとローカットだけでもちろん自分の好みの音に近づけていけると思うんですけど、ここからちょっと応用編でもう少しこれをねいじってみましょうか。で、例えばこう中域をブーストすると今1680にしましたけど、91で、はい、これ波形だけ見るとね結構大胆ですけど、一回聞いてみましょうか。はい、なしにします。意外とこの方が座りが良かったりするんですよ。ちょっと音量が上がって聞こえるので、ここ下げてみますね。これで中域ブーストあり。はい、じゃあこれをなしにします。ディレイ成分聞きやすくなるので、フィードバックをね下げたくなると思うんですけど、そうすると短いフィードバックでもなんて言うんだろう、目的のエコーが分かりやすく聞けるっていうメリットもねありますので、なんかこう好きなところをブーストして中域どっかこの辺美味しい部分があればぐっと大胆に上げちゃってもいいと思います。はい。あとはそのレゾナンスが強調されすぎる部分というか、そういうところがあればカットしてみましょうか。ちょっと
じゃあこの辺切ってみますね。ちょっとドラムだけと聞いてみましょう。わかりやすく。はい、一回オンオフしてみます。今カットがありですね。なし。はい、こんな感じでちょっとこう嫌なレゾナンスが目立つところをカットしてあげるのもすごくいいと思います。これでもやっぱりこうローカットとハイカットだけで作るのとはまた違いますよね。これちょっと聞き比べてみましょうか。ちょっと音量を下げます。まあお好みといえばお好みなんですけど、こんな感じでローカットハイカット以外にどっか中域の美味しいところを大胆にブーストしてみたりとか、嫌な部分を結構大胆に切っちゃっても全然大丈夫だと思います。はい、これである程度さらに目的の音に近づけたんじゃないかなと思いますね。じゃあ一回この EQ 全体でオンオフで聞いてみましょうか。ちょっと音量差があるとずるいかな。これで聞いてみましょうか。今 EQ なしですね。はい、ありにするとまあちょっと音量はね大きいですけど、EQ ありなし。はい、こんな感じで、まあここのカットに関してはもう1箇所2箇所足しちゃっても全然いいと思います。なのでまあローカットハイカットでどこか美味しいとこブーストしたり嫌な部分をカットしたりして EQ だけでもかなりミックスのなんて言うんでしょう、セパレーション良くなるし、自分の狙いが表現しやすくなるんじゃないかと思います。はい、というわけで、EQ 編をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。ちなみに今日使ったマイクはちょっとスタンドについてるんですけど U87 です。ヴィンテージニーブのヘッドアンプと音符はレトロ176使ってますね。はい、ナレーションに無駄に最高の機材でお送りしてみました。ちょっとすいません、コンプ編も一気にやっちゃおうと思ったんですけど長くなりすぎるので、コンプ編は次回の動画に回したいと思います。ということで、このチャンネルではレコーディングに使う機材とかプラグインの話とかいろいろしていければと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。おかしんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。